こんにちは。こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。今日は博多に来ておりまして、エントリーサービスプロモーションの新井社長にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からお願いできますか。はい、私エントリーサービスプロモーション株式会社の代表取締役の新井弘子と申します。地元福岡で総合人材派遣会社を45年今やっておりまして、45年、はい、年が分かっちゃいますけど、はい、今に至っております。総合人材派遣会社と申しますと、一般企業の派遣からホテル関係では、パーティーのレセプ担当や案内とか、受付のお手伝い、それから、結婚披露宴の司会者、会添え、そして巫女の派遣、それからイベント関係の、企画施工をはじめイベントコンパニオンのお仕事で、結構どちらかといったら専門職に近い仕事も派遣でやらせていただいております。45年今経っております。すごいですね。45年っていうと、はいだいぶこう世の中変わってきてると本当に思うんですけども、そうなんですよ。私がね、創業した1975年っていうのは、私大学卒業しましてね、就職っていうかお仕事したかったんですけど、当時の女性の幸せっていうのは結婚して、家庭に入って子供を立派に育てること、今ね一億総活躍時代とか、言われてますけど、当時はもうそれが女性の幸せだったんですね。で、大学を卒業して22歳です。だいたい22歳で皆さん結婚をされましたのでね、就職って言ってもまず、ゼロに近いんですよ。就職しないで結婚する方が多いところ、それが一番の女性の幸せという時代だったんですね。18歳だったら、高校卒業したら18歳で2年か3年ちょっといわゆる事務員さんみたいなお仕事をして、結婚っていう手もあるんですけれども、全くそういう時代じゃなくてですね、女性が働くなんてっていう時代でした。で、例えば結婚して働きたいと思っても、ご主人でね解消がないって思われるみたいで、もうそういうこともとんでもないという時代だったんですね。で、私はもちろん結婚して、子育てをするのもすごい幸せな生き方とはもちろん思ってましたけれども、なんか社会貢献って言ったら大げさですけど、仕事をしたかった、仕事を自分の、仕事をして自分のなんていうかな、社会的価値っていうのを高めたいなと思ってましてね、すごい大げさなんですけども、かといって大学時代何か特別勉強したわけじゃないんですけれども、アルバイトでマスコミ関係テレビ局の仕事とかをちょっとアルバイトでした時に、こういう仕事楽しいなって思ったんですね。それは大学時代ですね。卒論では電通に行ってマスコミュニケーション論を取りましてね、でそこでまた広告代理店ってすごく面白いなって思ったんですよ。でもそういう時代で仕事は全くございませんでした。で、大学を卒業したものの、半年間ぐらいね、もう何もしなくて、かといってすぐ結婚っていうのもないし、で父からはもうなんか何もしてなくてってもう叱られたりしながらも悶々としてたんですね。そこで当時はね、新聞で求人とかがあったんですよ。で、その求人案内を見た時に、広告代理店アルバイト募集って書いてあったんですね。それにも喜んで飛びついて、そこに面接に行きまして、で知り合ったのが今の会長なんですけれども、私は仕事をしたいって、なんか広告とかマスコミ関係の仕事をしたいっていう夢を語って、主人もそこの広告代理店の責任者ではあったんですけれども、自分が社長になりたいっていう夢がありますので、ガチッとあって結婚して起業いたしました。会長と結婚された。そうなんですか。会長ってその広告代理店の責任者だった人と結婚して、で会社を作ったんですね。で、要は結婚されたのと会社を作ったの同じタイミングなんですか。結婚して半年か1年後かね。そうですか。1975年って山陽新幹線が開通したんですよ。岡山から博多に開通して、博多駅が立派になって、博多駅の前って当時はまだ何にもなかったんですけど、ビルがどんどん建っていって、そこで、広告代理店で知り合ったもんで、広告代理店の仕事はもちろんね、同時的にしちゃいけない。広告代理店じゃないんですよね。で、そのビルの、パーティー代理業、落成パーティーを請け負う仕事を始めましたね。
で次々にビルができていって、当時そういう会社がなかったんですけれども、落成パーティーを引き受けるんですね。で紅白幕を張ってテーブルセッティングしてお料理を置いて、そのビルができましたってご披露するのを、いわゆるパーティー代理業っていうのでスタートしたんですけれども、要は博多駅前にも次々にビルは建つし、ホテルはできていって、でそこで人材派遣っていうかパーティーのコンパニオンとか、そういうお仕事の需要がね、急にホテル側から来るようになりました。どんどん増えてきた当時東京はほらそういうもうコンパニオンって仕事があったんですよね、東京でそういう仕事が来るようになって、もうどんどん人材派遣に特化してまいりましたね。だから運も良かったしラッキーだったなと思って、タイミングも良かったタイミング良かったですね。で新幹線の開通とともにそういったニーズがあってってことが本当にガラッと変わりましたね。で会社作って3年経った頃なんですけれども、たまたま地元の放送局 KBC 九州朝日放送から、ラジオカーがラジオのラジオカーの業務委託の話をいただきましてね、本当に信じられないんですけれども、またそこでもすごい私も学生時代からそういうマスコミの仕事をやりたいと思ってたんですけども、私はレポーターとかはできないんですけど、そういう仕事をもう受けて業務委託としてひまわり号っていう車を3台買って10年ちょっと業務委託をさせていただいたんです。そこでマスコミ放送局とまた深く関わりができましてね、だから今を振り返ってみるとすごい運も良かったなと思います。一生懸命やってたから多分そういうチャンスも来たと思うんです。タイミングと運がちょうどよとかったちょうどね、その頃ね、そこでなんか会社の方も一気になんか大きくなってきたな。もうどんどんこう世の中のこうニーズに合った事業をスタートしたって感じですね。ちょうど会社もそういう例えばもうファクシミリからパソコンに移行する時代で、ソニーとかパナソニックとか今の大手な企業が全部そういう展示会をして、今から OA 機器 OA かオフィスオートメーションの時代になりますよ、だからそういうのに会社を変えてきませんかって展示会を毎週されてたんですけれども、そこでいわゆるコンパニオンといって受付とか案内を置いてたんですけど、そこを私どもが提案して商品を説明するんです。こういうふうに使ってこうするんです。女性が説明する方が皆さん寄ってきますので、そういう仕事も、いわゆるセールスプロモーション、SP の仕事も始めて、本当に毎日が忙しくて、忙しいけどすごい楽しかったっていう思い出ですね。1975年から、78年80年っていうとどんどんこう右肩上がりに、そういう時代、大きくなってきたって感じですね。ここ最近力入れてらっしゃる。最近はですね、会社も安定してきましてね、私が仕事っていうよりも、どちらかといったらボランティア団体とか経済団体の、会長とか副会長とかいうのを仰せ使って、人様とかそういう団体のお世話をすることが多くなりましてね、やっぱり今まで45年間皆さんにお世話になったから、そのご恩返しをそういう形でさせてはいただいてるんですけど、ちょっとこのコロナでね、そうですよね、ちょっとうちの会社もいろいろイベントがなくなり、結婚披露宴がなくなり、一番打撃を受けそうですね。と思ってるんですけれども、今社員とともにね団結して、一致団結して、これを乗り越えようと頑張ってるところなんですけど、今本当にいろんな団体の役を引き受けてます。九州ではなく知らない人はいないというぐらい大きいね派遣会社ということをよく耳にされますか。登録者数ってどれぐらいいらっしゃるんですか。今ね1万人が超えてますね。すごいですね。1万2000人ぐらい、総合人材派遣ですから、例えば一般企業の派遣もいるし、イベント関係の登録はコンパニオンとかもあるし、ホテル関係はいわゆる配膳人紹介所って言って、有料職業紹介所でホテルに紹介するんです。そういう人たちも3000人4000人いますし、あとヤフオクドーム、ペイペイドームか、ペイペイドームの業務委託もいただいてますから、野球があるときは300名ぐらい派遣してますし、いろんな施設も業務委託で請け負ってますし、そういった意味では本当に総合っていうだけあって、あらゆる職種の人が集まる、タレントさんもいますし、本当いろいろ幅広くですね。幅広くやってます。コロナの影響結構受けましたね。3月4月ね。ちょっと最近また戻ってちょっと戻って野球もね、うちスーパーペイペイドームのスーパーボックスを業務委託いただいて、契約企業さんにはもう開放してますね。そこのほど仕事が戻ってきたのと、ドームに隣接した
アミューズメントの施設があるんですけど、いいぞ福岡って E-Z 福岡の、チームラボとか VR 施設とか受付とかいろいろいただいているものも少し戻ってきましたね。今まで事業をやってこられて45年の中で一番大変だった思いというか経験って何ですか？1996年ぐらいから、起業して20年間っていうとすごい右肩上がりで上がってきましたね。会社も結構資産がたまって海外に進出したんですよ。どこの国ですか？1996年にオーストラリア作って98年に韓国、今大韓民国のソウルに人材派遣の事業、2006年には中国のすごいですね。長春って長い長春の方に作ったんですけど、エントリーオーストラリアというのは私どもの先ほど申し上げたセールスプロモーション SP 部の部長だった本岡聖子さんっていう女性がオーストラリアに現地の人と結婚して住みまして、彼女もすごいバリバリの仕事ウーマンだったんですけど、オーストラリアで仕事したいっていうことで人材派遣トーマス・クックにガイドのツアーガイドの派遣をしたりとかブライダル渡部さんと組んでブライダルの仕事をしたりとかして、そういうので結構苦労なく、会社の設立費用もオーストラリアってねそんなに高くないから、結構簡単に作って、そこそこうまくいったもんで、ちょっとそれにいいかなと思って、1996年に、何ですか、韓国多分 IMF が入って経済破綻したんです。その時に JR 九州の会長さんが、新井さんって今からは韓国で人材派遣って日本と同じ法律だから、きっと面白いと思うよって、ソウルでやったら絶対成功するからって言って、その絶対にそうかな、助けてくれるかなと思ったりして、絶対に惹かれて会社を作りましたね。1、2年目はどうにかそこそこ日本企業が派遣ってことを派遣社員を使ってくださって、結構うまくいったんですけど、私がまず韓国語が全くできない。だから書類を見ても日本語でできて、これなんて書いてるなって言ってサインしたり、現地に行っても皆さんがちやほやされて、日本企業のエントリーコリアっていう会社だったんですけど、韓国観光公社のビルの7階に会社作りましてね、結構日本企業からもちやほやされて、ちょっと私も天狗になって、これ成功するかなぐらい思って現地の人に全部任せてしまったんですよ。韓国の社員は私が全部韓国の人だったんで、日本語ができる人を採用しましてね、で人材派遣の、もちろん教育をしてこういうふうに営業するんですよってしたのはいいんですけれども、ちょっと私自身が言葉の壁もあったのと、それで最初1億円投資して、だんだんだとお金がなくて次いくらいくらっても2億円になりみたいな感じで、最終的には5年経って、撤退することになったんですけどね。それはずっと赤字、ずっと赤字で、お金がありませんとか言ってこないんですよ。で結局は韓国のなぜそうなったかと、法律が変わってましてね、人材派遣会社は1年経ったら5つの保険かけなくちゃいけなくて、退職金も払わなきゃいけないし、いろんな法律がやっぱり組合っていうか労働組合がすごい強い国だったもんですから、法律が変わってしまって派遣社員の魅力もなくなったんですよ。そこでやっぱり派遣社員で、例えば大手企業の秘書とかで派遣しても、その組合員から見たら派遣社員は社員にあらずみたいな感じで、下に見られるから嫌だみたいな感じで、いろんなことがありましたけど、結局はもう撤退する羽目になったんですけど、5年やって海外出たらなかなか撤退できないんですよね。それでやめるのも大変、引くのも大変で、それですごい苦労しましたね。で中国も2006年ではあったんですが、また証拠にもせずに中国って今からと思って進出しましたら、見事にまたこれも言葉の壁で、もう見事に失敗しまして、それを苦労、すごい大変な思いしましたね。それともう一つはすごい信頼してた役員に裏切られましてね、会社をいわゆる乗っ取りに近い形で、それは日本の方ですか？日本私どもの役員、ごめんなさい言葉がね、日本人の信頼してた専務取締役までやってもらった社員に裏切られたんですよ。で本当に全く私もうかつだったんですけど、そういう想像もしなかったんですよ。すごい信頼してましたしね。でも多分
その頃私がちょうどオーストラリアに行ったりとかソウルに行ったりとかもう結構海外で海外が海外にね目が向いてる時に多分いいチャンスと思ったのか本当に相当辛い思いしました。本当にその方はもう長く勤められてた方なんですか？いや会社に入ってね6年目だったんですよ。だからもう私もすごいでもすごく前から知ってる人で信頼してたもんででもそういうことを経験しましてね、でもやっぱり私がしっかりしなきゃいけないから残った社員と、もう本当に歯を食いしばって頑張って、もちろん彼のことを恨みはしましたけど、いつまでたっても後ろ向きになっても仕方ないから前を向いて行ってるうちに、今に至ってるんですけど、今その彼に会ったらどうかな、にっこり笑えるかなっていうぐらいまでは気持ちがに余裕が出てきましたね。そういうすごい大変な、じゃそういう海外の大変な時と役員に裏切られた、そのタイミングが重なったんですね。だと思うんですよ。なるほど。で私もちょっと調子に乗ってましたし、もう成功してたし、海外でも成功するって夢だけはね、もう描いてましてね、見事にもう大変。その大変だった時の何か脱出法とかありますか？私はね、越えられない壁はないって私は思ってましてね、好きな言葉。そうなんですよ。壁にぶち当たった時にもう私こうゲーム感覚でどうにかしてなんかこれどうにかならないかなと思ってもう朝も昼も夜も考えて乗り越える方法を考えて、すごい高ければ高いほどその壁を壁って倒せば橋になりますから渡ろうって思うんですよね。それでどちらかといったら逆境の時にすごい頑張ろうと思うタイプなんですよ。大変な時ほど頑張ろうと思うタイプですね。その時に越えられない壁はないっていう言葉ですね。そうなんですよ。でうち45年間ねずっと朝礼してるんですよ。で社税社訓って毎日やってるんですか？毎日で今はちょっとコロナでちょっと休業してますけど、ずっと会社設立した時からもう言い続ける言葉がありましてね、社訓が勇猛の精神、未来へ挑戦っていう言葉を言ってるんですよ。で社税が一つ心を開くことから全てが始まる。一つ礼に始まり礼に終わる。一つ今日という日に悔いを残すなっていう言葉を毎日社員で斉唱してるんですね。素敵ですね。でそれをね45年間言い続けてるから常にもなんか頭の片隅に入ってましてね。だからいつも何かあった時にその言葉で勇猛の精神だ、今日という日に悔いを残すなってことで助けられてますし、それをもうずっと頭の片隅に入れっぱなしです。それで45年間やってきまして、今年の3月からねちょっと朝礼もやっぱりね密になるということで中止はしてますね。その社税に助けられてっていう形ですよね。助けられましたね。ちょっと前向きの言葉とかそういう自分を奮い立たせる言葉を言うことによって頑張ろうという気になるんですよね。これから先目指しているものというか目標していることって？私とにかく今年の初めまではね、人手不足ってとにかく人がいなかったんですよ。募集しても人が来ない。工場に全然派遣できなかったんです。それはオーダーがあるけども人が足りない。すごいオーダーがあったんですよ。そこで技能実習生を派遣しよう、海外からということで、昨年それこそ日本国際人材開発協同組合っていう組合を作りまして、管理団体になり技能実習生をサポートすることを始めました。で結構技能実習生って工場とかいろんな建設会社とか関係とか皆さんやっぱ人手が足りないから日本人ってそういうところであんまり働かないんですよね。お弁当屋さんもそうですしいろんなとこですごい引き合いがあってもうこれすごい幸先いいなと思った矢先に外国から来れない面接はしてもう来れる状態にはベトナムと今やってるんですよ。で来れる状態にはなってるんですけれどまだちょっと来れなくてね。それを設立してこれからっていう時にコロナになっちゃったみたいな。だけどいずれはねコロナも収束するだろうと思ってでも引き合いだけはたくさんございまして本当に1社あたり10名とかね30名とかね結構いただいてますのでで今おかげさまでねスカイプで面談とかしてどんどんして今面接はどんどん来れないけど面接を進めてる感じ。そこで採用して現地でその技能の研修をして日本に向かえるってことをやってますね。で人材派遣の会社を作った時に私人がすごい好きなんですよね。人を育て人を生かすっていう言葉をずっと自分なりに思ってていろんな人と会って
会うたびになんかこの人のためになんか私が役に立たないかなとずっと思い続けてきて、人を育ててきて、45年経つんですけど、外国人も私一瞬ね技能実習生って言ったらちょっとあんまり今まで悪いかいいイメージなかったもんで、なんかねいろんな逃げ出したりするとかいう話も聞きましたし、でも私が本当に自分がやはり彼女たちが日本に来てよかったって、私どもの会社で日本に来れてこうなりましたって、今で結構私昔うちの会社で仕事してる人がおかげさまに今こんなんでこうやって頑張ってるんですよって言ってくれるのがすごい嬉しいんですよ。そういう彼らもベトナムやあとインドネシアとか帰った時におかげでこうなりましたって言っていただくことを念頭に置いて、やっぱり技能実習生を日本に紹介して彼らたちに喜んでいただきたいなということで、国際的なねあれですけど思ってましたね。コロナではありますけど、じゃあちょっと落ち着いてきたらそれがまた、もう私今からの目指すところはやっぱり国際貢献したいな、日本の技能もやはりなかなか技能が伝承できてないところをやっぱり伝承できるようにお手伝いできたらいいなと思ってます。そちらをこれから力入れていくということですね。はい、ありがとうございます。最後に起業したい方もたくさん見てらっしゃると思いますし、今ね10年するとほとんど9割方の会社がなくなるって言われているところ、45年もやってらっしゃる、憧れの新井社長ですが、皆様にちょっとメッセージをいただけますか。石の上にも3年って言いますけど、自分がどれだけ本気でね取り組むかってことが大事になってくると思います。やっぱり努力もしなきゃいけない。私はね若い時に自分の心の中に、その学生時代にねマスコミ関係で仕事したいとか、放送局、ね、のこういうレポーターとかもやりたいと思った夢を形にできました。その言葉を言いながらなんていうのかな、私毎日をねそういう夢を形にっていう言葉を言うだけでなんか毎日がワクワクしてくるんですよ。で出会う人になんかみんな感謝の気持ちを持って接すると、なんかそれが増幅して自分に返ってくる。今私本当にこの45年やれたのも皆様のお客様のおかげだし、社員のおかげだし、周りの人のおかげと思ってすごい感謝の気持ちでいっぱいなんですよ。で私の今の口癖ってはありがとうっていう言葉ですね。ありがとうって言えば言うほどなんか私にね増幅して帰ってきそうな感じがするんですね。だから今一生懸命やってるけど、常に周りの人に感謝の気持ちを持って自分だけでやってるんじゃない、とにかく皆さんを一緒に手伝ってもらうというのは感謝の気持ちを持ってやることによってなんとなく道は開けてくるんじゃないかなと思います。でもそれは本気度がどれだけあるかですよね。だから石の上にも3年間は頑張っていただきたいと思うし、辛い時もねなんか楽しいことを考えてワクワクしながら仕事をすると結構うまくいくことってあるんですよ。だから私はそういうふうに今までやってきました。頑張っていただきたいと思いますし、私が夢を形にできたように皆さんにも夢を形にしていただきたいなと思っております。はい、どうも本日は素敵なお話ありがとうございました。とっても勉強になりました。ありがとうございました。はい、本日以上になります。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。